これ邪魔だよ。あ、これ邪魔。あとゆっくり弾こうか。欲しいなそれ。これ全部揃ってるよ。ちゃったよ。全部揃ってる。あれ、自分たちのレコードってみんな自分たちで持ってないの？レコードプレイヤーがなくなったと同時にどっか行っちゃって誰かにあげちゃったかもしれない。あ、そう。回ってる。あ、ということで今日はカシオペアをお迎えしております。はい。イエーイ。ということで今日はクラスメートの庄司君をお招きしております。イエーイ。今日なんか玉川高校。いや、集中力と緊張力がなんかちょっとなんか微妙にね。ね、ないよね今日。どうやって話を持ってったらいいんだろうって。とりあえず触れちゃいけない過去だけは触れないようにみんな緊張してようっていうそういうような展開をしなきゃいけないなって。触れたらお互い様だぜ。なんかドーンとくとドーンと帰ってきたら危ないね。お任せします。お任せします。大体あれですよね。じゃあ話のとっかかりとして、まあ向井実先生、はい。一番最初ですよね。そのノロと僕ノロさん。だからカシオペアっていうのは僕が入った時にその前にもう一人小池君っていうキーボードがいたんだけど、ビクターの小池君。そう、ビクター小池。ただそのレコードデビューする前から僕入ってるから、で同じエリアだったでしょ。グループロックっていうのがあったよね。ありました。はい。あの頃のいろんなアマチュアバンドの中にそのカシオペアの原型もいたし、僕は違うバンドでちょっとお手伝いしてたりして、そうですよね。で誰かの友達のうちですれ違ったりとか、そういう非常にローカルだね。ローカル。そう、初めて会った時にすごいですよ。もう30分ぐらいね、わーって喋ってね、じゃあねって書いて。俺のアイデンティティ今のなんていう人とか。誰んちで？でも山辺です僕もなんだっけノロ君に最初になんだっけな誘われた時にコンテストに出るとなんだっけ楽器がもらえる。あ、そう。なんだっけ？ヤマハのイーストウエスト。で楽器がもらえるって言われて、でなんかこれがどうのこうのどうのこうのって言われて、でその桜井君とかも一緒だったからそのコンテスト出たら賞を取っても紙しかくんなかったんですよ。騙された。あの時はなかったんだっけ？なかったよあの時。何もくんなかった。あれギターもらったこと？ギターはねその前の年に出たの。1回目。そう2回目は。2回目は商品がなくなっちゃったんだよね。トロフィーだけだった。確かにカシオペア僕入る時に末野君に言われたことって、チックコリアみたいなバンドやってるからって言われたの。で渡された譜面がミッドナイトランデブーだったっていう。すごくチックコリアっぽくて感動しました。もともとあれだよね。その前その前後で一緒になってるんだっけ？そうだね。ノロさんとはカシオペアっていう名前ができる前から一緒にセッションしてたから。でもその頃のイーストウエストの僕らの審査員をしてた先生がこちらの方ですからね。はい、成瀬さんです。どこに向かってんの？いや、もうなんかライトがついてるやつがそうですか。あ、うち聞いちゃった。そう。僕ら高校生の頃に。そうだからこれ長いんですよこの話同窓会って。で高校生の頃に成瀬さんのそのちっちゃなねスタジオ、もうなんかえらいこう階段と上がってくるちっちゃいスタジオで練習してるところ僕見に行ったんですよ。俺のスタジオでやってるみたいな言い方だった。貸しスタジオでちっちゃい貸しスタジオバンドスモーキーメディスンでね。そうチャーが時に来たって言うんでさっき話しててさ。そういえばなんか変な小僧が来たの覚えてる。小僧になっちゃいますか。高校だよね。高校1年生ぐらいのね。チャーが高3でね。そうよかった見せてもらった。そうか。いやそう言うけどね、俺今日カシオペアに遊びに来たみたいだもん。昔こうやってよくな、ここで練習やってんのとかさ、そういう感じだよなんかね。もうそれはもうだいぶ前の話じゃないですか。そうか。90年代になってからもうだいぶ経ちますからね。90年も終わりますからね。そうですね。成瀬さんもう7年ですか。7年。石の上にも7年よ。あっという間やね。あっという間だね。今日不思議でしたよカシオペア見てる僕が。俺なんか不思議だなとか思って。でこの番組でねこれだけね演奏しなかったの初めてだし、でなんか知ってる曲だなこれとか言いながら見てて面白いな。でもミントクラブって番組もなんかさ、昔出したミントジャムスってアルバムあったよね。ほらでもミントジャムスってあれみんなのほら頭文字をこうバラバラにしたんですよ。ああそうなの。だからみんなのローマ字じゃない英語の頭文字よ。ミノル向谷で MM でしょ。で一世のね IN、アキラジンボ IJ、それから桜井哲夫 TS。これ全部合わせるとあれなるんだって。ほう。どこだっけあるよね。ちょっと待ってね。また出るねネタが。出るねネタがこれ。これ結構いいよね。これ。
これはヨーロッパ向けに出したライブなんだけどスタジオの音っていうやつ。いやもともとほらミントってさミントコンディションとか楽器を言う時にこう最上級のとか上質のっていう意味があるのよ。これなんか考えたのがイギリス人だったんですよ。バラバラにしたの。これちょっとおかしいですね。いいですね神保ちゃん。なんかガラスにこうカメラが覗きたいとつけたような。どれこれ向こうだ。あこれねちょっとね影の具合が影とたまんないよね。反射しちゃうかもしれない。これね、大丈夫ですこの中央部分顔のこのモダイキーボードは相変わらず。これはやっぱプロの顔ですねこれはね。これちょっとやらしいよね。そうだね。エッチ系だよね。ちょっと稲川淳二入ってるから。いいこと言ってるよねみんなねこ。れはなんか少年のような感じだよね。もうでも今日はまあそのネタに行っちゃうと思うけども全然違うよね。全然違うって言えばいっぱいあるけどさ、違う人いる。ほらどれ？なんとでもいいですよ。もう今日はさばいてください。別人。俺いっぱいあるんだけどさ。うわこれ2枚目だよこれ2枚目ちゃんと写真ないんだよこれ後ろじゃない？こんなん知ってた？知ってるよ。あこれ知らないのは君だけかもしれないよ。あこれ12インチシングルね。そうこれないわこれ。これもすごいよねこれサンダーライブ。これがねその直す前のサンダーライブ。これひどいっしょこれ。オリジナルジャケット。あジャケット。これも類人猿みたいな感じなんだもん。豪華3色釣りですよって感じだね。ロストワールドかと思っちゃう。猿の惑星みたいな。すごいよねこれ。このジャケット。これ？みんななんかほらずっとさほら長い間原始人生活して髪が切れなくなっちゃったみたいな感じになってる。能力。ここか？ね。一応ほらサンダーライブってほら。これあれだよね神保君のデザイナーをちゃんと考えてね。お母さんが投げたんだよね。神保君の彼の生まれて初めてとかデビュー作。そう僕のデビュー作なんですこれプロデビュー。確かねこのアルバムで。お母さんかお父さんがねすごい嘆いてるの覚えてました。息子のデビューがこれじゃーって言って。これ僕の親もやっぱりそう言うと思いますけどねこれ。これだからそれで変わったんですよね。それで変わったのあっさりしたジャケット。変わったのがさっき CD であれどこ行ったっけ？そうですねちょっと待ってね。ちょっとよいしょはいこれね間もなく変わっちゃったんだよね。ですね。結構早めに変わったよねこれ。あまりにも。あれはね誰がこれです。これだこれだすごいシンプルだ。これですねまあこれに変わりました。これが前かなりインパクトがなくなったっていう。これでまたねこっちの方がでもインパクトある。こっちの方がやっぱりインパクトあった。これって思うよね。これってほらなんかこうパッとこう CD 選んでる時にさこれって言ってこれはこうなんか選んでる時にこれはなんだろうそうね。目を引くものがある。ジャケットこっちに戻そうかねそしたら。こっちもやっぱりもしかしたら今だって別にいいじゃんこれとも。やっぱねカシオペアを長年こういろいろ持ってらっしゃる方はですね、この両方をねやっぱ持つのがなんかコレクターズアイテム。コレクターズアイテムまあレアものみたいな。デビュー版も違うジャケットだったんだよね。デビュー版最初あれだったよね。薬が空からこうバラバラ飛んで浮いてくる。テレビの画面の上に錠剤をばらまいたやつをでその画面にはカシオペアのメンバーが映っててっていう。そうだこれなんか荒れた画質のやつだからなんか全国薬局薬店で発売中みたいな。薬漬けみたいな。それもあんまり良くなかったんですよね。あれもコロッと変わったのがその元々のやつはないんだけどどれに変わったんだっけ？変わったらねこれあれどっち？こっち変わったのがこれ1枚目がこれこれで裏がねまたなんかね裏これなんでレーサーの格好しなきゃなんだよ。未だにわかんない。これって結構ねオリジナルの1枚目にもあったよね。何パターンも取ってでそれの中のきっと使わなかったやつがやっぱりこっちの方がいいっつってこっちになったんじゃないかと。これ私の推測ではみんなこれね人生半分前でしょこれ。人生半分前20そうだね。デビューアルバムだもんね。やっと5月79年5月でしたっけね。当時としてはほらまだフュージョンなんて言葉なかったよね。いや出始めた頃だっけ？それでね東京フュージョンナイトとかねあったね。でもこの頃まだクロスオーバーの頃じゃなかった？クロスオーバーフュージョンってなかったかもしれない。クロスオーバーって言われてたねそんななんか言葉なくて CTI レーベルなんかで結構ボブ・ジェームス・ちょうどとかだからこのデビュー作が出た直後ぐらいにそのフュージョンっていうのがなんつうのジャンルとして打ち出されてきてでもうカシオペアも君たちの音楽はフュージョンって言うんだよそうですか村井さんじゃないの？レコード会社の人がね村井邦彦さんやっぱそうやってこれからそのレコード屋さんの棚に置くからっていうああなるほど。もともとあれそのフ
フュージョンだとかなんとかかんとかってそう別に思い込んで作ったわけじゃないでしょ。勝手に好きなことやってただけなんだけどね、たまたま歌はないし、まあインストルメンタルでいこうと。そうたまたまねいいボーカリストに巡り合わなかったっていう歌はちょっとずつありますけどね、厳密に言うと。ほんのちょっとずつありますけど。でもきっとねすごいこれはいいっていうボーカルの人がもしいたらこういうふうにやってなかったと思う。おお、本当に？だってそしたらさ、あれだよ、なんだ、ノル君がそのサイドにいるってことになっちゃうの？そうですよ。やっぱ前にビッて弾いてんじゃないいやですか。私はバンマスとしてだって前やってたもんね、だから要するにカシオペアができる前にボーカリストと一緒にアマチュアバンド結構やってたもんね。でもジャンジャンとかね。そうだよね、それ僕も見たり聞いたりしたけど。ラビちゃんね、やってたよね。そんな話もあって、でもこの人は高校1年の時にね、どんなバンドがいいって言ったら、そうだな、僕が5人いればいいなとか言って帰れ帰れなるほど。その哲学が今変わってないんだわな。なるほど。参ったな。参ったこれは参ったな。でも16歳本当に多彩でもういろんな楽器全部こなすんですよね。そうだね、全部できる。さっきドラム叩いてたんだけどすごい上手いんですよ。最近腕を上げてるんですよ。一曲持たないよ。体力的にね、持続力がない。持続力ないのねそうでもこうやってほら季節ごとってことないけど、セッションでみんなで遊んだりなんだりすると大体ギターはやんないよね。あ、そうだよね。他のパーツをやりたがるね。俺ドラムやりたいから必ずドラムね、普通のとこだとやらせてくんないからそうドラム入ってきてベース入ってきてで最後にギター弾きまくる。なるほど。いうパターンかしら。そうですね。最近あまりセッションやってないよね。そうね。皆さんこう三軒茶だっけ？なんつうかオデッセイ。オデッセイそのよくやってたよね。高校ぐらいの頃の仲間集まってセッションとかやるとね。なんかみんな頭だけでかかったよな、あの頃。理論武装がなんかしちゃって。言うことはすごかったような気がして、俺みんなすごいなと思ったもん。もうなくなっちゃったんだけど、なんだっけ知ってる？三軒茶屋のオデッセイって。知ってるってよく出てたじゃない。そうね。すごいローカルの会話。だからあの頃要するにフュージョンっていうジャンルがなかったでしょ、それでインストでこういうロックみたいなのやってて、それがこのカシオペアの母体と、あとスペースサーカス、あとプリズムとかね。スペースサーカスのベースの人岡野ね、すごかったよね。一緒に新宿ロフトで対バンやったことあるよね。思い出しちゃった。今でも飛んでるよな。今でもね現役でバリバリやってますよ。あとねコズミックレインっていうコズミックレインってあったね。聞いたことあるな。ビリー田崎っていうドラマーがいて、そうビリー・コブハムみたいな。あそこのねそれでビリータズ。わお。ギターの安山君っていうね、あれはたまに電話かかってくる。寺内武さんのマネージャーやってるいや人じゃん。あれシャープ5系のね、そうだっけ。確かサイドギターやったりとかしてたんで、まあいいんですけどローカルだよ。聞いてる人何の話ローカルになっちゃった。全然わかんないかもしれない。いろいろテロップ入れとかなきゃいけない。三軒茶屋っていうのは世田谷にある真ん中辺にあるところで、ね。そう週末になるとみんな大体そこにこう集まってね。でも昔はほら僕らがデビューする頃の70代、もう成瀬さんもバリバリにもうプロ活動してたけど、あの頃って東京都内のライブハウス結構多かったよね。出始めだよね。今より多かったよね。今より。いや今の多いんじゃない。いや今のライブハウスはちょっと今僕らの出た頃と違うじゃない。本当の意味でのあの頃のライブハウスっていうのはこうなんか道場みたいなところがあって、こう行くとこうセッションになっちゃって、なんか観客と一緒にこうなんかこう出ちゃったり聞いちゃったりみたいな、そういう状況だったんですね。そうオデッセイなんてお金払ってやらせてもらうの。あ、そうだよね。ね。で弾き始めると1時間ぐらいやめないやつですね。まこっちゃんとかね。誰もこっちゃって。高橋誠。でもその頃は成瀬さんはもうプロでバリバリでやってますもんね。バリバリって言ったから俺。バリバリって言ってバリバリ破けちゃって昔からバリバリ。昔からバリバリ。成瀬さんがイーストウエストの準決勝の時に審査員やってて、カシオペア気に入っていただいてね。それでアンコールなんて言った時になんとゴム体なこちらの事情も考慮せずって曲がなくて出てたからえらい狼狽した覚えがありますよ。成瀬さんに言われたってこと自体がかなりこうドシンと重い上にプレッシャー曲がないっていうそのもう一個のプレッシャーで同じ曲もう一回やったんだよね。そうスワローだろ。スワローでもよく覚えてますね。あれやっぱ僕一つコンテストで悔いが残ったのは
そのスワローっていう成功率の低い曲を最後の決勝大会でやめちゃったんだよね。弾くの。そうだっけ。そう。何にフライングっしたんだっけ。て曲に書いてある。ああそうだ。それとミッドナイトランド。ミッドナイトランド。フライングしてね、失敗しちゃった。エンディングとかなんかめちゃめちゃなっちゃって、あれがちょっとね、やっぱ失敗してもやるべきだったかなっていうのが、そうだね。昨日のことで言うな。思い出しちゃったんだでもこういうのってこうなんか引き金を引くとこうぐわーっと思い出すよね。そううわーっとね。そうですね。だってコンテストで審査員の先生がね「アンコールやれ!」とか言ってそういうのって今ないよね。お舞台なんだよそれはだから。いやだからねあれ歌やったのよかったと思うよ。あの頃今でもそうだけど歌多かったからインスト少なかったじゃない。少なかったね。すごく新鮮だったよね。でうまいし曲もいいし、ああすごいすごいって言ってもう一曲やれっつって。曲ないです。すみませんが。あ、そうなんですよ。だから頃まあ今神保君が入る前でしたけどね。で結構ドラムがそうだ前のドラムの人流動的で佐々木君に固まった佐のは々木君の時だっけ。あ佐々木君じゃなかったっけ。いやその時はじゃあ予選が違ったんだよ。そうだ。そう。で俺もそんなよく分かんなくて。結構ノロさんの厳しさを見た覚えがある。あとねバックスバニーのステージにみんな呼んで2曲ぐらいやってもらったことあるんだよ。若いバンドでいいのがいるからっつんでね。ロフトに来てもらってね。ロフトセッションずっと成瀬さんやってたんですよね。あそれとは下北ロフト。下北ロフトは僕覚えてるな。バックスバニーの時に2曲やってもらったの。そんなこともありましありましたたね。ね。ロフトとか懐かしいよね。ちょっと前みたいに話してるけど相当前なんだろ。相当20年は前じゃないかだって。その時生まれた子がもう成人式向こうちょっと僕だ。そうだよね。そういやだな親父の話だね。その頃生まれた人たち働いてもしかしたらその辺でテーブルでさばいてたりする。いやー金払え。そうだよね。BBA を見てますね。いや振ろうかなと思ってさ、やっぱりティム・ボガートは行きましたかみたいなさ。もちろんですよ。成瀬さん別名ティム・グラハムという。そうですよ。ティム・グラハム。グラハムセントラルステーション忘れちゃった。芸名。芸名横文字の芸名がある。そう。回ってるよ。ということで成瀬さんのルーツは今ティムボガートルーツっていうかルーツの一つかな。いやルーツそうだなルーツだな。ティム・ボガート。また古い話。あのベースはどっから来たんだろう。これを見てる人がよしじゃあ僕もあれをコピーしようとか言って買うかもしれない。ベック・ボガート&アーピース。いや僕もそうだったんですよ。これだからティム・ボガートが好きだったんだけど日本にもティム・ボガートみたいな人がいたっつって。それが成瀬さん。番組をやるようになってから結構こっち方面勉強になったね。すごい強くなってきちゃってレッド・ツェッペリンとか突然現れたよね。そうそう。突然人がいたように来たよね。そうもともと同じ大学の学校で一緒のフルバンやってたから覚えてる。それで誘ったんだ。先輩後輩だったけど卒業する時一緒だった。なんだっつうんだまたよけろばっかり言うんだよ本当に。あれだよね渋谷のさ109の前。そうあの時彼が現れたの僕の前に現れたの109の前なの。あの時だから神保君を見てくれっつって2人をね呼んだんですよ。すごいドラマーがいるって言うんで僕ら「へえどこにいるの?」って言って渋谷歩いてたら109の前で彼の所属する某大学のビッグバンドがですね演奏してたわけですよ。前でその？そう109のオープンイベントだったんですよ。109ができた時びっくりした。場所は渋谷がだって渋谷から出てきたんだもん。元祖渋谷系だよな。そう元渋だ。元渋そう。で確か彼が住んでるとこそこからもう本当電車で一駅でしたからね当時。あそう。近くだったから近くでしたね。あそういえば実家がねお母さんの実家。またどんどん今日は遡っちゃうんだけどこの話したらねうち古川住んでるとこなんですけどそこの近所にお母さんが若い頃住んでたんだよね。そうなんですでうち果物屋やってたんだけど昔お母さんなんてローカルなんだ。買いに来てたって話をしてねいや実は古くから知ってるみたいな。知らないか。成瀬さんのお父さんすごく気前よくてこう柿をうちの母は柿が好きだったんですよ。柿を買うとこれも持ってきてらっしゃいこれも持ってらっしゃいっていろんなおまけをつけててそんな話あったの？それは古いわ。すごいな。それはついていけないわ。さあ話を変え
いやだからそれで渋谷で出てきたんですよ。そうかいきなりね。それでもうすごいバリバリのテクニックだったんでね。それでもう早速カシオペアにって言って彼を誘ったんだけど、すごい渋ったけど最初渋るんだな。やっぱりその将来を見据えてね、このまま楽団員になった方がいいのか。値打ちはつけてんだよ。値打ちは。そうかな。でなんか僕思い出したけど、ノロ君がねすっごいなんかね進め上手っていうかなんかねこう金星をくすぐるようななんか言ったんだけど忘れちゃったんだけど。そんなこと言ったのでね、あこれさすがノロ君ね、バンドの、ね、メンバー変える時も結構厳しいこと言うんだけど誘う時もすごいこと言うんだなってちょっと今思い出せないんだけど、それ聞かされたらなんか覚えてない？なんかノロ君になんか言われたんだよ。でなんか迷った心がね。分かった。姿勢がいいねってこと。違うんだよ。なんかあったなんかほらやっぱその普通に就職するか、バンドマンやるかっていう結構狭間期にいて、そうあと就職がねあったんですよ。4年生だったから。そうでそのなんかものすごい葛藤、あんまり表情出さない彼でもなんかこうにじみ出てくる何かあった時になんかノロ君がね一言ポコンって言ったのがねツってツーンと入ったんだよ。バスってそしたらコロッと状況が変わって、なんだろうね。本来なら彼はもろどっかの商社かなんかにいる人かもしれないんですけど、もしかしたらねだからすごいなんか思い出せないんだけどね。あんまりそのプロでこう音楽でやっていくっていうのがこう頭の中になかったんですよね昔から。そうそれで桜井さん家でね今神保君が遊びに来てるから来ないとか言うから行ったの、で夜ずっと喋ってて、あそうだね。で俺喋りながらね酔っ払って寝ちゃったの。それが原因かな。今でも変わんない。その時ね桜井君がねこう梨をこう器用に剥いて出してくれたのを覚えてそれで入ったんだよ。絶対なんかあるんだよ。器用に梨を剥くんですよね。これはもう神保君やっぱり感動したんじゃないの？覚えてない。ミュージシャンになると梨が消える。向谷君の家に遊びに行った時は向谷君がお菓子を出してくれたんですよ、ね。その話か。ハッピーターンっていうこうサラダおかきみたいな。自分君これ食べなよって言って出してくれて、ありがとうございますって言ったら、自分でもバカバカ食べて。ハッピーターンのその包みがこんなに山になっちゃってほとんど一人で一いやだからね、袋をきっと食べて彼が入るきっかけだったらほら表裏がないこの性格僕たちの。なるほど。それがね表裏を作れないというか。つまりこの人たち正直なね、ちょっと言ってる人たちだなっていうところにねやっぱりこう来たんじゃないかな。素直な感動を覚えて。これで結構なんかこういろんんななんていうのかな技を重んじるようなタイプだったらきっと来なかったと。言葉を下ろして要は単純だってことだそうなんです。そういうことですか。そうなんです。なるほど。なるほど。それが約、年齢にして18年ぐらい前。いやそんなことないです。20年弱。だって彼はだって2枚目3枚目でしょ。マイキさんも1980年だから17年前。17年前だね。28年い前。や18年前って言ったの。18年前、17年前だね。17、8年前です。そうそう。やっと2年来ましたね。さっきすでにもうそうだよ。すでに大学はもうそういうことではでもねその頃のカシオペアってね大学生2人いたから。ちゃんと試験休みがありましたよね。そう1月で試験休みに試験休みをくださいって言ってたんですよライブの時とか。僕たち全然関係ないんだけど。でロサンゼルスにレコーディングに行った時に卒論やらなくちゃどうしようとか言ってた。教科書持ってったんだよ。賃金と経済整合性っていう親父かなんかに誰か聞きに来たの誰だっけ？聞きに行ったかもしれない。うちの親父に聞きに来たのなんか知らないけど。論文書くのでね向谷さんのお父さんにねちょっと相談事とかちゃんと書いたの？出したんですよ僕。もう神保君はもう腹座っちゃっててもういいやプロになるからっつって出さないで。それでゼミはだから卒論出さなくても単位を取ってれば成績良かった。あそうなんだ。いやまあ優等生なんじゃないそれに比べて。いやでも僕よりは数学良かった。僕よりは比較がな問題だよね。比較が問題。いやもうここは学歴社会じゃないから。そうですよ。もう私はもうどうでもいい。そうそうノロ56その2ね、なんかね大学入る時に、今日遊ぼうって感じとか言ったらいやこれからなんか入学金納めに行かなきゃいけないとか言ってさ、で納めに行く途中で、これやっぱり大学の入学金って結構あるじゃない、このまま楽器を持ってったらレスポール買えるよなずーっと言いつつあれ結局払いには行ったんだよね。もったいなかったね。買えばよかったよね本当ね。でもそれ買ったらよかったよねきっと今から考える。すっごい悩んでて当時18歳ぐらいでこんな金は持ったことがない。ほらまた戻っちゃったよ。いやざっとしそうなのにねそうそう
音はまあちょっと前ロサンゼルスに録音しに来た時ってなんか部屋が水浸しになったとかそんなのあれ違ったっけ？それはね最初の時ああなんか意外騒いでたね。にトラブルあるよね。トラブルある部ね。屋はねでも僕が知ってる限りでやっぱり身体的トラブルっていうかやっぱり桜井さん分かったんだよやっぱり病院行きながら病院俺何度か一緒についてったよ俺あ結構海外のね病院腱鞘炎になっちゃったりとかね。腱鞘炎になったりとかねコンタクトがカイロプラクティックにブラジルで連れて行ったりとか時は痛かった行ったらほら日系ブラジル人の医者がさ片言の日本語でこうどっちが痛いんですかって言うからこう右右とか言ってやってて左直そうとしたりとかさそうそうあれは痛かったね。首曲がんなくなっちゃったそうブラジルって結構移動が長いじゃないですか。そう飛行機で首寝違えちゃってでライブがあるからその筋違いちょっと聞いてくださいよ。ね、ステージがあるから直さなきゃいけないって言ってカイロの先生探してくれって言ったら柔道のなんかね結構先生みたいなのが出てきてパンツに乗りなさいみたいになっておーってそこから始まったんですよ。なんかバキバキっていうのそれが痛くて治ったんだから治んなかったんだか分かんないぐらい。ニューヨークでさなんかさ危ない病院行ったことある。あれ危なかったね。なんであれ行ったんだっけ。自分で思い出した。コンタクトレンズが合わなくて目がやられた。目に傷がついちゃったあそうだあれなんか撮影してコンタクトを目に入れたんだよ。そうセントラルパークで色のついたコンタクト入れてそれでなんか取れなくなっちゃったかなんかでボツった MTV ね。そうしてニューヨークでねそう行った時にね救急病院だったの。で僕は目がコンタクトがとか言ってんだけど救急病院だからなんかこういう血だらけの人とかすごい人たちが待合室にいるんですよ。今でいう ER っていう感じでうわーとか言ってなんか急患だとか言っておーみたいな人が僕は目がとかすごい世界だなっていう感じ。これの時かなその時かもしれない。あそうねこれでほら何年でしょセントラルパークを中心にほら撮影したじゃない。プロモーションビデオプロモーションビデオ世の中に出なかったやつね。ボツっちゃったやつ。あれもすごかったよね。すごい演技指導があるんだけどさ、こんななってところでこんななった顔するやつとかねいろいろあるんだけど意味も分からずそういう顔しろって言うからこんな地べたの下からこんななったりとかねなんか海辺行ってこんななったりとかしてて全部つないで作品見たらもう吐きそうになるようななんだこれみたいな。あれ無駄だったね撮影。無駄だよね。でもうみんなとにかくお願いだからこれをオンエアしないでくれって頼んだんだよね。まあものは試しって感じかな。なるほどね。それ外人これ何それもハリウッドがなん出てきたでなの？僕でもその監督にねお前は演技がうまいって言われたんですよ。どこがうまかったのあれは。何が褒められた。そんな顔して怪げな顔してこう見上げるその演技がうまかった。もう俺ね全然不条理な世界で分かんなかったもんあれ。そうだ思い出した桜井君はね撮影もう終わったと思って髪の毛を切っちゃったの。でもそれでただねもう一つ取り残したシーンがあるって言われて桂屋行ったの。そう思い出した。それがニューヨークでね桂屋行ってねそれ全然合わないの。合わないの全然茶色かなんかじゃなかったっけ？金髪かなんかじゃなくしかも帰る前の日かなんか帰る前にもうやっと休めると思ったてら僕とね神保追加の撮影があるとかね。そうだ2人で残ったんだよ。そしたらもう桂屋行ってこれかぶれっつって。それでそのシューティングしてから帰る羽目になっちゃってもうこんなんかカツラかぶせでそれがまたさ前後の撮影カットからつなぐと全然違う全然違う髪型なんでねもうだからそれだけでもボツみたいなさあれそうだね。見てみたいね。まあ今やったらいけるかもしれない。面白いかもしれない。すごいこと思い出しちゃったな。でもねニューヨークはね3回行ってんだよ。レコーディングでね。その後も言ってるんだ。その多分ねその後だったんじゃないかな。この時はねもう1週間ぐらいしかいなかったかこの時はそうか。ダウンナッピート全部作ったんだよ。ら。だからもうスタジオライブの形式で一発撮りしてでああじゃあシークレットサウンド違うわなんだろう。だからねプラチナム全部で10日間ぐらいしかいなかった。記憶が錯綜している歌唱あれで。なんだろう。これアルバムを順番に並べた方が分かりやすい。あ待ってで並べてるうちに番組終わった。ちょっと長すぎるよこれ。ちょっと待ってよ。今2年3年まで行ったんだよね。あとな。これあったよほら。3これとこれが一緒でしょ。あと8これがちょうどそのニューヨークでやった
最初にニューヨークで作ったやつをリミックスしてこれとこれ同じだよね。これとこれは。そうあれもう一個次なんだっけ。これが初めて。次はねカルロス・アレマーにやってもらったね。あ、33だ。33じゃないな。やっぱ俺ダウンナッピードのような気がするよ。この時やったような気がするな。あ、これだ、これやっぱそうだよ。やっぱ俺じゃない。じゃあその10日間の中でいやちゃうな。もうちょっといたんだよそれで。 10日間の後に撮影したんだ。そう撮影したの。 3日間ぐらい。突然電話かかってたの東京から。 2週間だ。そうで突然電話かかったの東京から。社長から社長からね、ビデオ作んないとか言って、でみんなでね、やだ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 って言ったの。そしたらハリウッドからなんかその有名な監督連れてきてどうのこうのっつって、突然そう。やらざるを得なくなった。で大反対するの。だから庄司君がいたのはその後の。後か、この後のレコーディングだよね。もっと余裕があったよね、だってそうそもう少し顔に。33のプラチナムの時。う。33の時だね、多分。そうだっけ。カルロス・アロマね。カルロス・アロマねで。プラチナム。そうじゃあ33だ。33かその後のプラチナムかどっちか。みんなでいや、さ、カルロス・アロマって話に出てた。スタジオでサンとか言ったでしょ。だからサンサンサンとか言って。あとコンジャンクションってその発音がうまくないって言何度やってもダメだって言って。でも僕はねうまいです。わかった演技が上手くて発音がいい人物ね。ちょはいはいはっと皆さんなんか機会があったらこのビデオ見てくださいよ。い。なんだろうね。なんだろうな。順番もめちゃくちゃだって忘れちゃいましたね。もう全部で何枚ぐらいなってんですか今もうカシオペアは。カシオペア最初はなんか29枚ってセット。29枚なんだ。29ぐらいでしょう、多分。僕が抜けた時で17枚ぐらいだったのかな。プラチナムワールドライブだっけ。パーフェクトライブ。でユーフォニーっていうのを出して、ユーフォニーやってそれでスタジオ版フルをやるね。カラー、アクティブ、アンサー、フレッシュネス。わかんねえな。今30枚ぐらい。そギブアップとか言って。もそも成瀬さんが参加するきっかけっていうのは誰のね、誰私いや最初ねこの2人前から知ってでたしね。どうしようってどうしようってロトにいましたでやっぱりいろんなことやりたいしね、これはやっぱ大先生にいないんじゃないか本体に出てもらうしかないなとおっさん呼ぶしかないなということでね、で俺が電話してでそしたら最初ね、なんだじゃあベース紹介してほしいのかとか言うからそうじゃなくてそうだね。ベースの方は比較的まあそれでもう一本に決めてお電話したんですけど、ドラムの方がねなかなか見つからなくてね、まあ結構宿泊しちゃって。最初その電話もらって、んあじゃあやろうかなってすぐ思ったんですか。もうだからノロがさあの時はバンドやんだったら10年はやりたいとかいうそういうこと言う人っていないんだよね、あんまりね。バンド続くもんじゃないし。やっぱよくうまいでしょ。なんかそういうことがあるの。俺もなんか入る時にね、なんかそういう殺し文句あったんだよね。ええこと言うな。なんかそうやってみるわって。でその後桜に電話してね。桜そういう話来たよとか言って。とか言ってたよな。なんでかさ持ってこいよとか言って。いいんじゃないですかつってそうだって成瀬さんとはちょっとなんか縁があって、成瀬さんがもう大昔にやってたバンド、違ううちの兄がいるんですけど、うちの兄貴がやってたバンドでうちの兄貴が抜けた時にやっぱ成瀬さんが入ってるんですよ、そのバンドに。バンドシーン。バンドシーンだよね。 28年56年前ハードロックバンド。そうで今回のまたこうですなるほど。ね縁があるよね。で誕生日がまた一緒なんですよ。誕生日でしょ。生年月日が。だから成瀬さんだったら安心だなって。でね、だから年に1、2回は会ってたのよ、カシオペアやってる頃。それでニューヨークの話とか夜の話とか聞いたりとかね。何ですかそれは。なんだろうな。だからその頃は成瀬さんのセッションに遊びに行かせてもらってたりしてたんですよ。ツインベースでやってもらったとか。ラビューデイバイデイをやったりとかね。そう歌ったのあれ。金子まりさんに歌ってもらったりとか。それじゃあ安心だね。別に俺そこまで言ってないけどな。この先生だったらもうカシオペアも大丈夫だ。なるほど。安心して。ねただもう7年、8年目か。そうだね。やっぱあとじゃあ3年は持たなきゃいけないね。そんな大変だな。もうそうですね。だいぶ7年。 7年だもんね。いやでもすごいよね。バンドで続けられると難しいからさ。
ねえ普通さやっぱりバンドこうやろうやって盛り上がっても大抵なんかでポシャっちゃうじゃん。でそんなもんかっていうのが多いじゃないやっぱり。それでもねこうやるっていうかさまあすごいよね。証拠りもなく証拠にもやっぱり大したものだと思うよね。継続はね継続は力なりねと言うけど、そのバンドにこだわるっていうのはなんかあるのかな。やっぱりね、どこ行っても同じ音が出せるっていうのがあるよね。やっぱその都度、まあそのいろんな音を出したいっていうのも一つの考え方で、それはやっぱほら自分のソロとかそういうのでやればいいと思うんだけども、やっぱほらそういうガチッとそういうのがあると、もうどこの国行っても同じことができるっていうね、そういうメリットっていうのかな。バンドサウンド。これがやりたいんですっていうのがそのまま出せるっていう。その辺向井さんどう思う？やっぱり同じことずっとやり続けてるから飽きるんじゃないかって思われがちだけど、全然そんなことないですよね。例えば今日の演奏なんかもそうだと思うし、やっぱりそのなんていうんだろう、かえって手の内分かってるだけにやりがいがあるっていうか面白いっていうか、じゃあこうちょっとこういうふうにやってみたら面白いかもしれないとか、そういう新鮮味があるのがいいのかもしれないですね。全然飽きないし、それからやっぱり自分なんかのいろんな弾ける一人の例えばキーボードプレイヤーが弾ける限界のいつもギリギリのようなところをプログラムチェンジとかずっと求められてるじゃない。だからそれが結構時にはリスクなんだけど、でもやっぱその緊張感がいいのかもしれない。だからあれないって、ただ僕ねなんかのセッションかなんかで何にもやんなくてピアノだけでもいいっていうのやった時にね、すっごい物足りなかった俺これだけやったらいいのかなって言って。だからそれまあもちろんそれでいい演奏しなければいけないわけだけど、でもやっぱりそのカシオペアの大半の曲ってそういう部分でいろんな色を変えていくっていう作業を自分でやってるのと面白いし、なかなかこれは人も真似できないことだろうなって自負もあるし、そこがやっぱり面白いところじゃないですかね。そういう意味じゃほら、まあ成瀬さんで7年、これで7年目、まあ8年目か。でまあ8年10年だずっとやってきて、でそれこそほら16ぐらいからやってるわけじゃない、一緒にさ、16、17から。そうするとこうある程度こう、まあ、継続とは言いつつもお互いの手の内っていうのがさ、なんとなくこう分かってもいるわけでしょ。そこら辺緊張感を保つのって難しくない？いやでもね、ずっとやっててもね、分かんない手の内ってありますよ。理解できない部分みんなあるんだよね。なぜそう来るかみたいなね。それは絶対そうですよ。だから突然変異もあるしね。例えばなんか突然こんなことやっちゃったってことも今でもあるし、でそれが面白くていろいろやってるうちに周りの人があれ何やってんだこれっていうふうになることもあるし、だからそれがずっと続くんじゃないんですか。そういうネタがなくなっ、そういうのができないと逆に続かないのかもしれないけど。ジモさんどうでした？そういうのってバンドサウンドっていう構築していくっていう。そうですね、僕はその20代をずっとカシオペアでもうカシオペアの日々だったんですよね、20代は。それで30を境にカシオペア離れて、でまたその7年くらい離れて今年からまたサポートという形ですごく親しくお付き合いさせていただいてるんですけど、ございますか。やっぱりもうなんていうかな、素晴らしいバンドなんだなと改めて思いますね。こうまずね、野呂さんと向谷さんのこの連携プレーっていうのが別に打ち合わせしてるわけじゃないんだけれども、もう役割がこうバシッと決まってるんですよね。でお互いがこうソロ行ってる時はギターがこうキーボードパートをサポートしたりとか、キーボードがソロ行ってるとギターがソロ行ってる時はキーボードがギターパートをフォローするって、そういうのがもう暗黙のうちにこうビシビシッとこう出来上がってて、それがもう見てて小気味良いんですよね。小気味悪いって言葉もある。小気味良いですよね。それで成瀬さんが加われてって変ですか。なんて言ったらいいのかな。入っちゃってから。はい。でその成瀬以後と以前と僕両方知ってるわけです。以後と以前。でね
成瀬さんの存在っていうのはすごくね、大事な存在だなとまたこう改めて思ったんですけど、それ私は大事じゃなかったそういう意味じゃないんですよ。そういうと語弊があるんですけど、やっぱり僕らが抜けた時期っていうのはある意味でそういうバンドのそういうなんていうかな、結構こう節目みたいなのがあったよね。節目があったんですよ。でやっぱりあの時期はいろんな問題があったんだけど、やっぱりこう別れるべくして別れたんだなっていうのが今にしてみれば思うんですけども、風に吹かれた時期って感じだね。また難しいことをで成瀬さんが入られてこうバンドの中のその空気のこう流通っていうのはすごく良くなったんですよね。僕らで4人でこうずっとやってってこう最後の方は結構こう金魚鉢の金魚がこう酸素がなくなってちょっとこうパクパクしてるみたいな感じが、自分の中でイメージがあったんですけど、でまた7年ぶりにこう一緒にやらせていただいてすごくこう新鮮な空気がこ体型も変わったからね、やっぱ体型もやっぱ体型だろ。体型でやっぱり体型とともに人間が大きくなったのかもしれない。そうだね。なんかこのカシオペアっていうバンドってなんか日本人のそのならではの音楽をアンサンブルでこうみんなでまとめてってこうチームプレーで勝負するバンドっていう点ですごく日本人らしくて、なんていうんですか、もっと個人主義じゃないですか、欧米の人たちって。そこをこうなんかすごくアンサンブルで固めてて、で役割分担ちゃんとしてて、でいい曲があってやってる、なんか稀に見る継続してるバンドじゃないかなと思いますよね。で面白かったのは、前僕がやってた曲をね成瀬さんがやってるんですよ。そうすると他の3人の手の内はある程度見えるんだけど、成瀬さんはのやってるパートは僕は自分のやってたパートで聴いてるんだけど違うんですよやっぱり。ティム・グラハムさんにやってるわけだから。いやちゃんとコピーしましたよオリジナルの。いや現役さんは違うなと思って。現役さんとオリジナルさんよく分かんなくなっちゃった時でもね、そういうことを感じるよね。そうだからおかしかなんったな。みんなこう突出したソリストなんだけど、割とこうこの突出したソリストをね得てしてそういうのが集まるとこうなんかこうせめぎ合いになっちゃうんだけど、せめぎ合いせめぎ合い、煽り合いは煽り合いでいいんだけれど、こう割となんか一人出てる時の割とこう、しょうがないサポートに入ろうみたいなこうグッドなサポートにこう一生懸命入るじゃない。あの辺がなんかこうバンドサウンドになる秘訣のような。やっぱり曲はそういう曲だもん。うまいね。出るに出れない。結構ピシッとね。そうそう出れない。いやだってもうプログラムチェンジプログラムチェンジプロだからそれがすごいよくいい方に作用したんだよね。それがカシオペアの個性ですよね。そうだよね。とにかくねその新しい今日現象したゴールデンウェーブっていう曲でもストリングスチャララーシャーンチャッチャってこれで音違ってるわけですよね。だからそれってやっぱりなんていうのかな、それがもうノロさんは曲を作る時はもうそれができるって分かってるから、こっちも絶対やってやろうと思う気持ちになるじゃない。だからそれは大きな負担にならないんだけど、でもやっぱり安全性っていうことを考えてお金を取って安全性って考えるとこんなに緊張感が高いことはないわけですよ。だからそっちの方がやっぱり特にテーマ部分はサポート回るところがそれを安定的に演奏するにはどうしたらいいかっていうのがかなり頭使ってるよね。で本当にギターソロなんかのバックになる時は楽なんですよ。もうそっちはもう本当についていけばいいからって形。だからそこのところがねやっぱりこの曲のアレンジっていうのはすごい精密にできてるんで、まあそういう点で突出したソリストのぶつかり合いって曲もないことはないけどね、でも全体的にはやっぱりある程度の段取りを組んで練習しておかないと演奏できないっていう、まあその練習をしないとできない音楽になってるところがミソなんじゃないですかね。やっぱりあれですよね、4人で出てくる音よりなんか熱いですよね。例えば4人のメンバーで4ピースのバンドのセッションじゃ絶対ならない音楽を作ってる、やっぱバンドならではの意味があるようなね。最近はね皆さんもこちらのギターの方もベースの方もシンセサイザーまでお使いになってますからね。さっきも誰が何の音出してたか分かんないもの一緒にやってて、カメラの人は大変ですよね。音が出てる分にはベースかなと思うとギターだ。シンセのベースをくださいって言ったらベースのシンセなんですけど、どっちはわけわけわかんないですよね。でなんかこうウニョンってなってるからギターかなと思ったらベースがこんなになってる。違うだろうみたいな。